一人旅行と聞くと、あなたはどんなイメージを持ちますか？自由、開放感、趣味、癒し。一方で、孤独とか寂しいというイメージを持つ人もいるかもしれません。人によって一人旅行の見え方は違いますよね。でももし、その一人旅行という行為が、ただの旅行ではなくて、人生を前に進めるためにかなり重要な体験だとしたらどうでしょうか？今人生にどこか停滞を感じている人、何か新しいきっかけが欲しい人、そしてすでに一人旅行をしている人にとっても、さらに一人旅行の理解が深まるお話をします。どうも、旅する起業家のルキです。今回は人気の一人旅行シリーズから、なぜ一人旅行は人生で重要なのかの5つの理由を話していきます。この動画を見終わる頃には、新たな一人旅の計画を立てようとするかもしれません。一人旅行が人生で重要な5つの理由。1、挑戦するハードルが下がる。一人旅行って実は短期間で味わえる人生の縮図でもあります。行き先を決めて、調べて、計画を立てて、実際に動いてみて、現地では想定外のことが起きるかもしれないけど、その場で判断して、終わったらああすればよかったなとか、あれは良かったなと振り返る。この一連の流れを構造で見てみると、計画、実行、結果、修正、そしてまた計画の繰り返しなんです。しかもそれを全部自分一人でやる。このサイクルが人生にとっても停滞を防ぐ行動プロセスなんです。さらに一人旅行は自分のこれまでの常識が通用しない場面に平気で出会いますよね。言葉が通じなかったり、通貨が違ったり、電車の乗り方が違ったり、文化や価値観が違ったりしますよね。そういう未知の環境にあえて身を置くこと自体が挑戦なんですよね。普通の生活を送ろうと思えば、家と職場の往復、休みの日は地元の範囲内で動く、安定だけど変わらない日々は送れます。こういう人も世の中多いです。しかし、あえて行動範囲を広げて未知に挑戦することで人生を拡張してるんですよね。で、ここが大事なんですけど、こういう経験を繰り返すと、未知イコール危険じゃなくて、未知イコールなんとかなるものって認識し始めるんです。これ心理学で言うと自己効力感っていう感覚で、自分はやればできる、初めてのことでも対応できるだろうっていう感覚が積み上がっていきます。あと脳科学的にも新しい環境や新しい体験って脳にとってはいい刺激になるので、行動に対する抵抗が減り、むしろ耐性がつく、新しいことに対して前向きになるという変化が起きやすいんですよね。結果的にどうなるかというと、最初はめちゃくちゃハードルが高かった挑戦がだんだん普通のことになっていく。例えば最初は一人で海外旅行なんて無理って思ってた人が一度やってみると意外といけるなって常識が書き換わる。すると次は旅以外の仕事でも新しい環境でもとりあえずやってみるかという選択が取れるようになるんです。これが一人旅行の本質で、旅の枠を飛び越えて自分でやってみる経験が積み上がっていきます。だから一人旅行を繰り返す人ほど挑戦することに対するハードルがどんどん下がって、結果的に人生全体でいろんなことに挑戦できる人間になっていくんですよね。2、他人や環境のせいにしなくなる。一人旅行をしていると当たり前なんですけど、何か問題が起きても誰のせいにもできないですよね。電車を間違えたとしても、予約を間違えたとしても、道に迷ったとしても、そこにいるのは自分一人なので、全部自分で何とかするしかない。これって普段の生活だと結構違っていて、仕事でも人間関係でもつい環境が悪いとか誰かのせいでって思ってしまうことってあると思うんですけど、一人旅行ではそれが通用しません。でもここがすごく大事で、そういう状況を何度も経験していくと思考が少しずつ変わっていくんですよね。心理学では内的統制感っていう考え方があって、物事の原因を自分の中に見出す人と外側に原因を求める人、この2つの違いで人生の結果は大きく変わると言われています。自責か他責かの違いですね。他責だとその時は責任を負わずに楽だけど、自己成長にはつながらないので長期的に損します。一人旅行は自動的に自責になります。何が起きても自分で解決しないといけないですよね。で、この思考が身についてくると、普段の生活でも誰かのせい、環境のせいではなくて、自分はどう動くか、自分にできることは何かに意識が向くようになります。これってすごくシンプルなんですけど、人生が動く人ってほとんどがこの思考なんですよね。例えば日本人からしたら壮絶な環境のインドに行ったとして、ぼったくられたり、平気で牛の糞が道に落ちてたり、悪臭がすごかったり、お腹を下したりと洗礼が降りかかってきます。日本とは違う異国の地で環境のせいにしてても問題は解決しなくて、自分の立ち回り方を変えるしかありません。環境のコントロールが難しいけど、自分の立ち回り方やマインドはコントロールできます。壮絶な
な環境のインドの旅をどう楽しむか、どう立ち回るかも全部自分次第なんです。環境のせいにしている間は、自分では何も変えられないけど、自分に矢印が向いた瞬間、行動が生まれて現実が変わり始める。一人旅行って、その思考の転換を自然に入れてくれる体験なんです。一人旅行を経験している人ほど、実生活で仮に問題が起きても、環境が悪い、誰かのせいじゃなく、自分はどう対応するかで動ける人になっていきます。3、孤独をうまく活用できる。多くの人にとって孤独と聞くとどちらかというと寂しいとか不安とかネガティブなイメージがあると思います。でも実は人生を大きく変えていく人ほどこの孤独な時間をうまく使っています。なぜかというと、人は誰かと一緒にいると無意識にその人の価値観や基準に引っ張られるからです。例えば一緒にいる人が安定志向なら安定が正解になるし、挑戦しない人といれば自分も挑戦しないことが普通になります。人は自分で選んでいるつもりでも実はかなりの部分が周りの影響で決まってしまっていることが多い。人の脳にはミラーニューロンという仕組みがあって、一緒にいる人の行動や考え方を自然と真似するようにできています。でも一人旅行では今の周りの影響から一時的に脱出します。誰も自分を知らない環境でただ街を眺めたり歩いている時間、その中で自然と出てくるのが自分は本当はどうしたいのか、自分の内側の声が聞こえてきます。これが普段の生活ではなかなか聞こえにくい。常に人といたり情報に触れ続けていると、自分の声よりも他人の声や社会の基準の方が大きくなってしまうからです。そしてもう一つ大事なのが、孤独な時間って一度何者でもない自分に戻れる時間でもあるんですよね。仕事の役割も人間関係の立場も家庭での役割も全部一度外れて一人の人間として自分を見つめ直せる。その中で初めてこれから何者になりたいのかを考える余白が生まれます。一人旅行ってただ楽しいとか癒しだけじゃない人生の方向を見直せる時間でもあるんです。そして孤独を避けないで人生の重要なポイントで一人旅行をうまく使えるようになると、どこに行ったとしても誰といたとしても自分の軸をしっかり持って生きられるようになります。4、思考をリセットできる。普段の生活って同じ行動範囲で決まった人と関わって同じルーティンを繰り返している人が多いと思います。そうすると脳はエネルギーを節約するために同じ考え方、同じ選択を繰り返すように最適化されていきます。これがいわゆる思考の固定化です。でも一人旅行に出ると環境が一気に変わる。見える景色も聞こえる言葉も時間の使い方も全部がいつもと違う。この環境の変化が起きると脳の中では少し面白いことが起きます。脳にはもともといつも通りの思考を繰り返すモードと新しいことに対応するモードの2つがあるんですけど、日常ではいつも通りの思考を繰り返すモードが強く働いています。でも一人旅行みたいに未知の環境に飛び込むと新しいことに対応するモードが一気に活性化します。脳科学的には新しい刺激でドーパミンが出やすくなって前頭前野が活性化した結果、いつもの思考パターンが一時的に弱まり新たな思考パターンが形成されると言われています。新しい選択肢を考えられる状態に脳が切り替わるんです。これが思考のリセットの正体です。で、ここが大事なんですけど、思考が変わると人生の選択が変わっていきます。例えば僕が会社員時代の固定化してたマインドって今の仕事を続けるのが普通でそれが変わることはない。海外旅行には行けても年に1回。自分はこれくらいのレベルの人間だ。社長の言うことは絶対。休みはカレンダー通り。こういった当時の自分の中での当たり前が固定化されていました。しかしこのままじゃやばいと一人旅をしたんです。その時にした旅はこれまで自分が住んだ街を一人で訪れて初心に戻ることでした。昔歩いた道を歩いてみて自分と対話する。そして思考のリセットがかかってこのまま同じ場所で働き続けるのが本当にベストなのか、小さくても勉強を始めてみるか、休日の使い方を変えてみようかみたいに自分の常識を書き換えていって年に1回しか海外に行けないと思い込んでいた自分から今はもはや海外に住んでいる現実に書き換えれたわけです。思考のリセットにより自分の常識を再確認できると見えている世界が広がり選択肢を増やせるようになります。5、経験が一生の資産になる。お金や物って時間が経てば失われたり価値が下がることがありますよね。でも経験は違います。自分で挑戦して一人で旅行に出た経験って年を重ねても色褪せることがないし、その人の自信や人生の深みを作っていくものになります。そしてそれは自分の人生を語れる材料にもなる。例えばどこに行ったか、
どんな選択をしたか、どんなトラブルが起きてどう乗り越えたのか、多くの人には語れない自分だけの物語を語れる。全く同じ旅ってこの世に一つも存在しないですよね。行き先もタイミングも出会う人も起きる出来事も全てがオリジナルです。このオリジナルの経験は自分の人生に対してどこか自信を持てるようになる。人生を振り返った時に、あの時の旅の挑戦は今でも生きてる。胸を張って語れる経験だなと思います。一人旅行はただの趣味じゃなくて、人生を支える土台になる資産でもあるんです。ここまで一人旅行が人生で重要な理由を5つお話ししてきました。挑戦するハードルが下がること、他人や環境のせいにしなくなること、孤独をうまく活用できるようになること、思考をリセットできること、そして経験が一生の資産になること。こうやって見ると、一人旅行って自分の人生を前に進めるためのトレーニングみたいなもんです。大事なのは遠くに行くことでも特別な場所に行くことでもありません。自分で決めて、自分で動いて、自分と向き合うこと。この経験があるかどうかで人生の選択は少しずつ変わっていきます。一人旅行には自分であえて一人を選ぶ人と物理的に一人になる人のどちらも含まれるとは思います。ただ、同じ一人旅でもその時間をどう捉えるかで得られるものは大きく変わります。もし今何かを変えたいと思っているのに動けてない人や、どこか停滞を感じている人がいるなら、まずは一人で旅に行ってみると何か発見があるかもしれません。その小さな一歩が思っている以上に大きな変化につながる可能性もあります。最後に僕の体験談を話します。感想としては、一人旅行は最もコスパとタイパがいい自己投資だと感じています。日々の自分を成長させるいい習慣で、読書や瞑想や筋トレがあると思いますが、このいい習慣は長い期間で効果が出るものです。しかし、一人旅行は時間さえ確保できればすぐに行けるし、国内でそこまで遠出しなかったら、コストも期間もそこまで必要ないです。短い期間だけど、収穫はしっかり作れるのが一人旅行。おすすめは、普段と違う非日常がいいと思っていて、普段都会に住んでいたら、がっつり田舎に行ってみる。普段田舎にいるなら、あえて大都会に行ってみる。できるだけ日常と離れた環境に、あえて飛び込んで脳を再起動させる感覚です。あとはその中で自分との対話の時間を作ること。ノートを持って行って、紙に自分が今思うこと、悩んでること、これからどうしたいのか、どんな人間になっていきたいのか、みたいなことを自分と対話しながら書いていく。これをすると、普段見えなかった自分の本音に気づいたりします。人生で停滞してしまう時期や、何をやってもうまくいかない時期、人間関係やメンタル的にも疲れてる時って必ずあると思います。そんな時に一人旅行に出れると意外とスッキリします。僕自身も人生の節目では旅に一人で出かけて自分の本音を確認して重要な決断をしてきました。それで正解だったなと思います。あなたの一人旅行のエピソードや感想などあったらぜひコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己理解を深められるすごい人です。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。